アムロへのリスペクトから生み出された機体 CB0000G/C リボーンズガンダム。 CB0000G/C リボーンズガンダムはテレビアニメ「機動戦士ガンダム00」のセカンドシーズン終盤にて機体の超大型新人声優と評される蒼月昇氏が声を演じるリボンズ・アルマークが登場し、ラスボスとして主人公刹那 F 精鋭が狩る00ライザーの前に立ちはだかった機体です。今回はそんなリボーンズガンダムについて解説させていただきます。この機体こそ人類を導くガンダムだ。機動戦士ガンダム00の世界ではファーストシーズンの舞台である西暦2307年から200年以上前の21世紀末の天才科学者イオリア・シュヘンベルグが私鉄武装組織ソレスタルビーイングを創設しました。そしてイオリアは量子コンピュータであるベーダや GN ドライブを開発し、さらに宇宙世紀シリーズにおけるニュータイプともいえる存在であるイノベーターが誕生することを予見しました。その後イオリアはイオリア計画を立案します。これは人類が戦争を根絶して世界を統合した後、進化した人間イノベーターが出現し、その後人類が外宇宙へ進出するという人類を変革させるための計画です。非常に長い年月がかかるこの計画を実行するため、イオリアはベーダの本体にコールドスリープして眠りにつきますが、ベーダはあくまで量子型演算処理システムなので、イオリア計画を遂行するための補佐としてイノベイドと呼ばれる人工生命体を作り出します。こうしてイノベイドの一人として生み出されたのがリボンズ・アルマークとなります。イノベイドは人間を超えた身体能力や寿命を持っており、遺伝子操作やナノマシンによって老化も抑えられています。さらにノウ量子波でベーダと直接リンクすることが可能なので、ベーダとの情報の送受信が可能なほか、イノベイド同士がリンクしてつながることもできるようになっています。なおベーダとつながっていれば、肉体が死亡しても新たな肉体に意識データをインストールすることができるので、イノベイドを倒すためにはベーダとのリンクを断ち切ってから肉体を破壊しなければなりません。そんなリボンズはベーダの最高機密であるレベル7へのアクセス権を持っており、もともとは始まりのガンダムであるウォーガンダムのパイロットに選ばれた人物です。戦争を根絶させるべくウォーガンダムのマイスターとしてクルジスの紛争に介入した際は少年兵であった刹那と出会いました。本来は証拠隠滅のためにその場のもの全てを抹殺するはずが、ガンダムや自分自身を神のように見つめる刹那がきっかけの一つとなり、自らの手でイオリア計画を遂行して自分自身が人類の救世主になることを望むようになります。リボンズはもともと優秀な種として生み出されたイノベイトが愚かな人類のために尽くすことに疑問を感じていましたが、そんな中でイオリア計画はソレスタルビーイングによって戦争を根絶させることから、戦争根絶の代償としてガンダムマイスターは世界の恨みをその身に受けて滅ぶ予定であるということを知り、自分自身が使い捨てにされるために生み出されたという事実に衝撃を受けます。こうして自分自身が人類を導く存在になるべきという思想が強まっていきました。ファーストシーズンではすでにソレスタルビーイングを離れており、イオリア計画への介入を目論むアレハンドロ・コーナーと接触してイオリアの抹殺を目論みます。そしてファーストシーズン終盤ではベーダを完全掌握することでイオリアが眠るカプセルが出現し、イオリアはアレハンドロによってそのまま射殺されました。しかしあらかじめ用意されていたシステムトラップが発動したことによってベーダ内のガンダムマイスターの情報が消去され、オリジナルの GN ドライブに隠されていたトランザムシステムの封印が解かれています。さらにツインドライブシステムのデータもソレスタルビーイングに送られました。こうしてデータを掌握したリボンズは自らの傀儡となるイノベイドを生み出し、さらに独立治安維持部隊アローズを結成して反連邦勢力を強行手段で駆逐して世界の統一を推し進めていきます。時代の変革期には古きもの悪しきものを切り捨てなければならない。ベーダにはマイスターに人間を採用する案とイノベイドを採用する案の2つが存在していました。その中で人間をマイスターにする案を採用することが決定されたので、モビルスーツ開発としては00ガンダムなどの開発が進められていくことになりましたが、実際は月面の極秘ファクトリーでイノベイド向けモビルスーツの開発が進められます。こうして開発された機体の一つがアイガンダムとなります。
戦闘用イノベイド専用ガンダムとして00ガンダムなどと同等の性能を誇る超高性能機として開発されたものの、イノベイドではなく人間による武力介入が決定したことからアイガンダムの量産化は見送られました。しかし少なくとも2機が開発されており、1機はリボンズと同じ塩基配列で作られたイノベイドディサイドペインのコピー体が登場し、もう1機はリボンズの下でリボーンズガンダムの開発に用いられていきます。またアイガンダムの開発と同時にアイガンダムと共同運用するための支援機ガンキャノンも開発されました。アイガンダム1機に対して複数機のガンキャノンが支援することが想定されています。なおディサイドペインが登場するアイガンダムは後に改良されてアイズガンダムとなり、さらにアイズガンダムタイプダークが量産機として開発されることになります。リボンズが接収したアイガンダムはイノベイドの拠点である外宇宙航行母艦ソレスタルビーイング号のファクトリー内にてリボーンズガンダムオリジンへ改修されました。この機体はアイガンダムに相当するガンダム形態とガンキャノンの設計を採用した中距離攻撃用のキャノン形態、そして遠距離射撃用のタンク形態の3つに変形可能な機体です。人類の救世主となるべく暗躍するリボンズは他人を信用しない性格なので、リボーンズガンダムオリジンは1機でオールレンジで戦える性能を持つべくして開発されました。この機体は GN 粒子ホバーユニットを搭載することで高機動でありながら長距離射撃が可能なタンク形態になることができます。こうして高火力を実現したリボーンズガンダムオリジンにツインドライブシステムを組み込んで完成したのがリボーンズガンダムとなります。ツインドライブシステムが自分だけのものと思ってもらっては困るな。リボーンズガンダムはアイガンダムをベースにしているものの、ガンダムエクシアやガンダムパーチェ、ガンキャノンなどベータに蓄積された様々な設計データが用いられて完成しました。そのため設計データ上はガンダムエクシアの兄弟機にあたります。またリボーンズガンダムオリジンは胸部に GN ドライブ T を1機搭載していましたが、リボーンズガンダムにはツインドライブシステムが導入されており、 GN ドライブ T が両腕の肘に搭載されています。本来は GN ドライブ T はオリジナルの対応量より出力が落ちるとされているものの、リボーンズガンダムはツインドライブシステムを導入したことでダブルオーライザーに匹敵する性能を持つ機体に仕上がりました。リボーンズガンダムはツインドライブシステムを取り入れたことから、リボーンズガンダムオリジンのタンク機能を排しており、ガンダム形態とリボーンズキャノンと呼ばれる遠距離砲撃用のキャノン形態の2つに変形することが可能です。リボーンズキャノンに変形した際は機体の前後が逆転して砲撃に適した前傾姿勢をとり、砲撃に適した長距離射撃センサーを備えた専用の頭部ユニットが露出します。この2形態を使い分けることでオールマイティに戦える性能に仕上がりました。武装としてはまず GN バスターライフルを装備します。 GN ドライブ T に直結して直接 GN 粒子を供給しているので大火力の粒子ビームを発射可能です。 GN バスターライフルはキャノン形態でも発射可能ですが、マニュピュレータで保持するガンダム形態よりも射撃精度が落ちるとされています。近距離用兵装としてはバックパック上部に2機の大型 GN ビームサーベルを搭載しています。ガンダムタイプのビームサーベルよりも大型で出力も高い武装です。キャノン形態では機体内部に格納されますが、取り出して使用することも可能です。次に12機の GN フィンファングを搭載しています。名前の通り放熱板を意味するフィンに似た形状をしている無線誘導式ビーム砲です。まず背部には大型フィンファングを4機搭載しており、こちらは粒子貯蔵量が高く高い火力を誇ります。劇中では単独で射出して突進攻撃を仕掛けたり砲撃を行っているほか、キャノン形態では大型フィンファング4門での連続射撃や4門を収束させることで一撃でフトレマイオス2へ致命的なダメージを与えるなど強力な砲撃を行うことも可能です。また8機の小型フィンファングを搭載しています。腰部後方に4機とシールド内に4機の合計8機が搭載されています。小型な分速度や運動性能に優れており、ビーム砲としてだけではなくビームサーベルとしても機能します。ガンダム形態での使用を想定した兵装です。劇中では小型フィンファングでアリオスガンダムを撃破しています。その他にはキャノン形態では前腕部が回転して
砲撃時の機体の固定に使用されるための簡易型のマニュピュレータに切り替わります。こちらは内部に GN バルカンが装備されているほか、エグナーウィップと呼ばれる電磁ワイヤーとして展開することで敵機体やパイロットにダメージを与えることが可能です。最終決戦では刹那が狩る WO ライザーと激しい戦いを繰り広げます。圧倒的な力で WO ライザーを追い込んでいく中で、駆けつけたアリオスガンダムも手負いとはいえやすやすと撃破しました。さらに援護するプトレマイオス2も一撃で黙らせるなど、まさしくラスボスにふさわしい強さを見せつけます。その後も WO ライザーと互角の戦いを繰り広げ、トランザムでの死闘の先に両者とも大破するのでした。その後リボンズは WO からダッシュしたオリジナルの GN ドライブを発見したオーガンダムに搭載し、刹那が狩るガンダムエクシアリペア2と最後の戦いを繰り広げることになります。これは運命だ。まだ僕は戦える。リボンズ・アルマークはセカンドシーズンで復活したソレスタルビーイングのことを、当初はアローズを拡大するための都合の良い敵という程度にしか考えていませんでした。しかし WO ガンダムのツインドライブシステムや WO ライザーの量子化といったベーダを掌握している自分が知らない驚異的な性能を目の当たりにして、徐々にその期待を欲するようになります。また本来は使い捨てとされるはずの運命だったこともあって、自分自身の力のみで世界を統一することに固執しており、同胞のイノベイドですら道具としてしか見ていないという側面を持ちます。そのためイノベイドを大量生産してトランザムによる特攻を仕掛ける決戦兵器ガガを運用するという戦術や、WO ライザーとの最終決戦でも援護に駆けつけたガデッサとガラッゾに対して余計な真似をする味方という程度にしか思っていないような描写が見受けられます。ベーダを掌握したことによってベーラが無事な限りは不死身に等しい存在であるリボンズでしたが、最終的にティエリアとリゼネによってベーダを奪い返されてしまい、さらにエクシアリペア2との戦いでオーガンダムを撃破されたことでその幕を閉じました。余談ですが、リボンズ・アルマークの声優蒼月昇氏は放送中は謎の新人声優と紹介されていたものの、後日アムロレイの声優古谷徹氏であることが明かされました。そして同時にウォーガンダムやリボーンズガンダムも古谷氏とアムロへのリスペクトであることが明かされています。そんなリボーンズガンダムは古谷徹氏が一人で V 作戦をやって刹那に負けたいという要望から生まれたと言われており、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクに変形する機体として検討されたものの、最終的には3段変形する機体がアニメでは登場せず、 WOMSV に分類されるリボーンズガンダムオリジンという名称の機体になりました。ただリボーンズガンダムオリジンのタンク形態はとてもかっこいいとは言い難いそのフォルムから通称 GN ドゲザと呼ばれており、アニメで登場しなかったことに安堵する意見も出たとか出なかったとか。なぜリボンズという男は貴様と同じ声をしていたのだ。他人の空にだろう。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。